皆さんこんにちは、みさとです。夜8時前の大阪駅です。ホームには高山から来た特急ひだがお客さんを降ろした後、回送として発車待ち中。今回は寝台特急サンライズ出雲で出雲市まで行きます。ですが下り出雲市行きのサンライズは大阪駅には止まりません。いえ、大阪駅に停車はしますがドアが開かず、お客さんの乗り降りはできません。前夜の停車駅の静岡か浜松まで行って乗る方法もありますが、私は逆に朝最初に停車の駅の姫路まで行き、全泊してサンライズ号を待つことにしました。大阪から姫路までの移動は特急スーパーはくと13号鳥取行き。大阪駅では網干行き快速電車と同時発車でした。姫路駅に到着です。姫路駅まで運んでくれてありがとう、スーパーはくと13号。姫路といえば姫路城、夜のライトアップが綺麗でした。翌朝は早いので駅近くのホテルにしました。おやすみなさい。おはようございます。朝5時の姫路駅です。さて、サンライズ号に乗りにホームに向かいましょう。今日のサンライズは遅れが6分だそう。ホームに上がると姫路駅の駅そば、招き食品さんのお店が。朝ごはんはまだなので食べたい気もしますが、営業時間は6時からだそうです。ホームで列車を待っていたら、この駅で交代の車掌さんに「サンライズに乗られますか?」と聞かれて、乗車前に切符の拝見がありました。この時間帯だと車内はまだ寝ておられる方が多いし、この方が睡眠の邪魔にならなくていいでしょうね。姫路駅に入るサンライズの撮影は失敗してこれだけです。朝まだ早いので放送もなく静かに姫路駅を発車。相生駅を通過して赤穂線が分かれ、山陽新幹線の線路の下をくぐります。さて、今回のサンライズは個室ではなくのびのび出先という船の雑魚寝のような席にしました。寝台料金は不要で、乗車券と特急券だけで乗れるので、とてもリーズナブルにサンライズに乗れます。利用によっては病院の大部屋の雰囲気もなくはないです。ただし床がつながっていますが、ここでのびのび出先の設備のチェックです。ここにあるスイッチはこの区画の照明のスイッチ。上には読書灯があります。天井には開け閉めで調節のできる冷房の送風口があります。使い捨ての紙じゃなくてプラコップが1個。床はカーペットですが、評判通りの固めの床となっています。備え付けのものは枕カバーのような布。枕はないので何か代わりのものが必要になりますね。布団が1枚、これは掛け布団、敷布団、どちらにでも使えますが、他の方が言われるように床が硬いので敷布団にした方が無難かと思います。隣とはカーテンはありません。天井にカーテンレールはありますが、頭のある方が板で仕切られていますので、一応プライバシーは保たれています。あと通路とはカーテンがあり、仕切ることができます。列車は播磨の国と備前の国の県境の山あいを走ります。ここでちょっと車内を散策。11号車のシングルデラックスとサンライズツインの車両です。左の2階側にシングルデラックス、1階側にサンライズツインのお部屋が並んでいます。
こちらは10号車、飲み物の自動販売機と向かい側にシャワー、そしてシャワーカードの自動販売機があります。その隣にはラウンジがあります。こちらはサンライズの個室では一番安いソロの個室。この日は週の真ん中の平日でしたが、下段の部屋が4部屋ほど空いていました。右カーブに差し掛かり、ほんの一瞬長い14両編成のサンライズの前の方が見えました。まだ時刻は朝の6時。世間は寝静まっていますね。こちらは B 寝台シングルの9号車、サンライズで一番多いタイプの個室の部屋です。1階と2階に分かれています。2階の部屋は今日は満室のようですね。岡山駅ではホームに降りて高松駅と出雲市行きに切り離し作業が行われるのを見るのもサンライズの一つの名物ですね。危険ですから、黄色の天井板でお頼りいただきたい。切り離し作業に夢中になって乗り遅れないようにしましょうね。倉敷駅を発車すると水色の水島臨海鉄道のディーゼルカーが見えました。伯備線に入ってサンライズ出雲は高橋川に沿って走ります。急勾配に差し掛かったのか、さすがの寝台電車特急サンライズも足取りが重め。伯備線はカーブも多く、特急やくも号は振り子式電車でカーブも素早く走り抜けられますが、サンライズは振り子式ではないのでゆっくりです。その分じっくり車窓を味わえますね。ご乗車ありがとうございました。まもなく新駅です。新駅の次は米子に停まります。紀信線と芸備線列車の乗り換え駅の新見駅を発車。列車の遅れは3分ほどに縮まってました。上岩見駅で反対列車待ち合わせのため停車。伯備線は一部の区間を除いて単線のため、こうして列車の待ち合わせがあります。なお、この上岩見駅から鳥取県に入りました。先ほどの上岩見駅から日本海に注ぐ日野川水系に変わります。勾配の方も下り坂になり、サンライズも心なしかことこと坂を下っていく走りになります。大木溝口駅の手前で車窓左手に鬼の像が見えます。鳥取県伯耆町の鬼っ子ランドの巨大な鬼の像だそうです。鳥取の国に入る旅人に睨みを利かせているようですね。本地国と言われています。多くの登山客に親しまれ、数量が眺めは雄大で、よく晴れた日には遠く日本海の彼方に広島も望めます。また平安時代に三角仏教の霊場として栄えたところで、今も多くの遺跡に昔の面影を忍ぶことができます。大変のご案内でした。
車窓右から山陰本線が近づいてきて、大木台線の駅を通過します。あくび線はここまで。ここから山陰本線を走ります。伊太郎列車が走る堺線の乗り換え駅の米子駅に停車。古い国鉄型車両がたくさん走るエリアに入りました。米子駅を発車。この駅の一角には車両基地があり、今も線形機関庫と電車台が残っています。安来を出て次は松江駅。この時点でのびのび出先の2階は私の他に後ろにもう一人乗っているだけになりました。松江駅に停車。この駅でのびのび出先2階はついに私だけになってしまいました。松江を出ると車窓右には宍道湖が見えてきます。のびのび出先2階からだとこんな視界に。下に降りて見た方がいいですね。木次線の乗り換え駅の宍道駅を出ると、次はいよいよ終点の出雲市駅です。右手に一畑電車の電鉄出雲市駅が見えて、終着駅の出雲市駅に到着しました。おはようございます。ご乗車ありがとうございました。終点の出雲市。朝5時半の姫路駅から4時間半をかけて午前中のサンライズの旅。夜行ではなかったですが、結構面白かったと思います。今度はのびのび出先で夜を過ごすのもいいし、シングルデラックスにも乗ってみたいですね。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。